浮気とかをしてないって信じたいけど、このたるみはめちゃくちゃ死にやしない精神でやるとあんまり携帯依存じゃないって自分で思ってるんです。こんにちは、上野ありさです。今日はですね Q&A をやっていきたいと思います。今回もインスタグラムのストーリーズで募集して質問をくれた皆さんありがとうございますということで、 Q&A が毎回ピックできるのが本当に少しになっちゃうので、30分撮り続けても、なので月1で、Q&A のコーナーを YouTube でやっていきたいと思うので、質問はストーリー見逃しちゃって質問できないっていう子もきっといると思うので、この動画のコメント欄もしくはで名前とかも出ちゃうからここで見られたくないっていう人とかはストーリー見てもらえれば、ストーリーでもQ&A の呼びかけをするので、どちらかに質問を送っていただけたらその中からピックアップして、お答えしていきたいなと思います。では早速タイマーをかけます。スタート。すごい今回もすごい来ています。ありがとうございます。はい、じゃあまず1つ目の質問。中距離の彼氏が私に嘘ついて女の子と2人でご飯に行ったり男友達とやりてーとか会話してました。彼は男のノリで話したとか私のとのことを相談したって言ってるけど言い訳ですよね。許せますか？嘘ついて女の子と2人でご飯行く、その女の子の相手にもよるし、嘘は良くないけど、ただ心配かけたくないから隠してたっていうパターンもあるかなとは思うかな。男の子の中のそういうなんつうの、その場のとかもあるのかもしれないから、完全にこれが黒だとは言えないけど、多分浮気とかはしてないって信じたいけど、そもそもその距離がちょっと離れててただでさえ不安なことが多いのに、そこをちゃんとカバーできないっていうことがちょっと嫌だなって思うので、態度をちょっと改めてもらうようにしてください、その彼氏はい、次いつも美味しそうに食べられててこちらまで幸せになります。食べ物に対するマインドを教えて。ありがとうございます。よく食べるし食事制限とかは本当にしてなくて、マインドか。でも食べたいものを結構食べてるかも。我慢はあんまりできないから。でも添加物とかは結構気をつけてる。外食とかもするし、家でも別にオーガニックな野菜とか使ってるわけではないけど、選択肢がある時はそうしてるけど、コンビニとかは食べないね。昔は大好きだったし、今も別に食べたら美味しいんだけど、やっぱいろいろ考えちゃうからコンビニとかは食べないけど、基本間食もするし、朝はあんまり食べないね。だから1日2食、起きる時間がそんなに普通の人より早くないっていう事情もありますので、1日2食と、間食、食べたい時にお菓子とか食べたりとか、結構マジストレスフリーで食べています。25から26歳は何をしてましたか？何してたかな。25、6だともうアリサ本も出した後でフィグやでも DJ で一番忙しかったかな。すっごい海外も行きまくってたし、地方とかの DJ もすごく多かったし、23から27がめちゃくちゃ忙しかった。会食などで嫌いな食べ物が出た時どうしてますか？手をつけない、残しちゃうかな。私食べれないものパクチーとピーマンだけだから、ピーマンは無理すれば食べれるんだけど、なかなか会食でパクチー出ることもないので、意外と全部いけちゃってるかも。今日どうするんだろう、嫌いな食べ物出たら。みんなは。私結構普通に取り分ける時とか、マイルズとか結構遠慮するタイプで、大勢でのご飯とか結構遠慮しちゃって食べれなくて、後からお腹すくみたいな言ってるんだけど、私結構大勢のご飯でバクバク食べるし、最後の1個とかもこれじゃあ終わらせるねみたいな感じで食べちゃうタイプなので、あんまりそれを人がやっても気にならないから、私がやっても気にならないからみんなはと思ってやってるけど、どうなんだろう。好きな人のいるグループドライブデート、助手席でのいい女の立ち回り方教えて。わかんないよ。私いい女ムーブできないからな。飲むとかちょっと飲み物を差し出してみたりとか、あと基本あんまり携帯はいじんないようにしたり、あと例えばこれ運転手目線からするとこれ次どこ行くんだっけとかなった時にすぐナビを調べてくれたりとか、助手席でどうだろうとかで何も調べてくれるんで、結構運転してるから携帯いじれないから、結構イラまでいかないけど調べてよって思ったりするから、そういう普通に気の利いたことができればいいんじゃない？でもグループドライブデートだったら普通にみんなでわちゃわちゃ楽しそうだよね。あんまり考えすぎない。2人きりだと結構気使うかもしれないけど、グループだったらあんまり考えすぎなくていいのかなって思います。
アメリカに行くときは Wi-Fi 借りてますか？ SIM ですか？ホテルのお得な予約の仕方も知りたいですってことなんですけど、アメリカに行くときは私はソフトバンクユーザーなので、アメリカ放題が適用されて、もうこの携帯のまま日本の電話番号で、行けるので SIM とか Wi-Fi とかは借りてません。だけど今回からアメリカ放題が死ぬほど電波悪くて 3G しか使えなくて、画像とかも読み込めないし、ほぼ使えないと思った方がいいぐらい使えなかったので SIM 買ってくればよかったっていう風になったから、次行ったらどうかわかんないんだけど、今までそんなことなかったんだけどね。でロスとかそういう都市がダメっぽくって、ハワイは全然サクサクだったの。なので基本はまあこの携帯のまま行きます。でヨーロッパとかでアメリカ放題とかが適用されない地域に行くときは基本 SIM を買って SIM カードを買って、Amazon とかで行く前に買ったり現地の空港で買ったり、まちまちだけどそれはご自身で調べてもらってそれを入れて使ってます。今もう電話番号ってほぼ使わないから、日本のSIM が入ってなくても LINE でやり取りしたり、電話番号を必要とされるなんか電話がかかってくるってほぼないから、だからもう SIM でやってますね。シャネルで次狙ってるアイテムなんですか？ベージュのチェーンバッグ。今持ってるのが黒のクラシックチェーンのバッグなんだけど、それのベージュも欲しくて、もう値上がりしちゃって高いけど、ヨーロッパとか行くタイミングでベージュを次は買いたいなって思ってます。あいささん、いつも元気とモチベーションもらってます。ありがとうございます。海外やビーチへ行くときは体にも日焼け止め塗ってますかっていうことなんですけど、塗ってます。体は SPF50 を塗ってる。実は50を塗って焼いてるんだけど、私はなんだろうな、小麦肌になりたいんだけど、シミがすごい元がすっごい白いのね。だからすっごい焼けてもそのほんと1週間ぐらいから結構白くなって、すぐ色が戻っちゃうの。でもこれ毎年、なんで私はこんな死ぬもの狂いで日焼けをして体にシミを作って2週間ぐらいしか持続しない色のために何やってんだろうってよく思ってて、今年からセルタンをするようになって、今までは日向でバーって一生懸命焼いてたけど、もう日陰に行って私はセルタンの色で楽しもうかなって思ってます。旅行の時の生理問題、ピルで予定日を遅らせたりしてますか？月経カップ使ったことありますかっていうことなんですけど、ピルは私は飲んだことありません。なので生理不順とかないんだよね。基本生理がすごい順調なんだけど、子宮内膜が厚いので生理の量が多いから、漢方を飲んだりだとかは普通に病院で処方されてるものを飲んでて、旅行の時生理結構ちょいちょいあるけど、こんだけ旅行行ってるからしょうがないよね。タンポン入れて頑張ってますって感じかな。あとサウナとか行く時はそんなに量が多い日とかじゃなければ吸水ショーツを履いて上から水着着ると一切漏れないから、ちっちゃい水着とかじゃなければいけるかなっていう感じで、月経カップは持ってるんだけど使ったことがなくて、こう使おうとするとこうやって入れる時にぐにゃって曲げて、すごいちっちゃいんだけどこう入れようとすると力が入っちゃってこう入らなくって、慣れればすごい簡単だしすっごい快適って聞くんだけど、未だにまだ成功したことがなくて、ちょっと使いたいなとは思ってます。好きな人がマイルズさんみたいな寡黙な人でどうアタックすればいいのか分かりません。マイルズが寡黙って読むの？これ寡黙だね。合ってた。よかった。マイルズは寡黙ではないんだけど、でも確かに静かな人だったね、最初から。けど動画内では結構感じ悪いんだけど、普段は全然ニコニコ人当たりも実はよくって、それ動画で出してよって言ってんだけど、動画になるとなんか美味しいとか聞いてもみたいな感じになっちゃうからちょっとあれなんだけど、でもなんか逆に静かな人なんだったら付き合ってからも静かな人基本はだと思うから、別にバランスだから、逆に私は向こうから来てくれないんだったらグイグイ行っちゃった方がいいんじゃないかなと思います。自分からとかどっちからとかそんな気にしなくて、結構私から連絡するのはみたいなのあるかもしれないけど、あんまり私は気にしなくていいと思います。戸建ての良さとか、こんなお家建てたいっていうのを教えてほしいです。戸建ては私戸建て育ちなので、ちっちゃい時からちっちゃい時ちょっとだけマンションに住んでたこともあるけど、基本一軒家なので、なんか家って感じで私は好きなのと、あとやっぱ人とも会わないし、言うてご近所付き合いもないし、マンションもないけど音とか騒音とかそんなに気にしなくていいから、それは楽。唯一だるいのはゴミ出しが24時間じゃないっていうのは、曜日が決まってるとかいうのはちょっとめんどくさいけど、
それ以外はあとね、圧倒的に値段に対して広いんだよね。マンションで同じ値段出したら多分これの半分ぐらいの家にしか住めないけど、広さを取ると戸建てがやっぱ広くて安いので、私は戸建てを選んでて、で建てたいお家とかは今んとこ注文住宅したいなとは将来的に思ってるけど、まだ子供もいないし何人できるかも分かんないし、売ればいいんだけど、次はちょっと購入を検討してて、建て売りを買って、その次に注文住宅かなって考えてます。家探してるんだけど今全然なくて大変です。ウケる。顔面課金と海外渡航の今後の予定があれば。顔面課金の予定は今んとこなくて、けどこれさ、友達とかに言うとさ、そんなの人に言われたからって、自分がやりたければやればいいけど人に言われたからやるのは良くないですみたいな感じで言われたんだけど、すごい TikTok でメイク動画上げた時にさ、ここのたるみをめちゃくちゃ書かれて、マジうざいんだけどうざいんだけどとかいつも TikTok の悪口言ってるだけど、まだメス入れたことないからさ怖いじゃん。けど今のところはここ何年かはやるつもりはないかな。いつも履いてるフィグのブルーのジーンズは何サイズ履いてますかということなんですけど、私は M サイズを履いています。どうやったらアリサさんみたいになれますか。20歳の時どんなことをしておけばいいですか。小さい頃に想像してた理想の20歳の自分とかけ離れていて、自分にがっかりし焦っています。焦らないでください。20歳です。若いからね。一回り違うんだ私と。なんだろうな、もちろんずっとそうだよ。30になっても25になっても30になっても多分40になってもだと思うけど、自分が思ってた20歳25歳30歳には絶対になれないというか、言ったら10代の心のまま、私も今33歳になるから今年多分みんなそんなもんだと思う。なんか自分の年齢に心が追いついていかないし、それは20歳だからじゃなくって、20歳って大きな区切りなだけであって、どの年齢になっても絶対そうだから、それはマジで焦る必要なくて、20歳の時にどんなことしておけばいいかと言われれば、人に会う、コロナ禍ですごいみんな大変だね。20歳でコロナ禍でね。そうだけど人に会ったり、いろんな人の考え方とかいろんなことを吸収したり、あと経験ってマジでお金で買えない。お金出して経験することもあるけど、どういうこと。経験っていうのはすごい大事だから、例えば頑張ってバイトとかしたり、20歳だから大学行ってるのかお仕事されてるのか分からないけど、お金ができたらそれを経験に変えるっていうのを私はずっと大学生の頃とかやってたので、それはすごい大事かな。なんかやっぱ紙に書くといいと思う。今の20歳の子とかってあんまりペン離れしちゃってるのかもしれないんだけど、自分がやりたいこととかそれに対してやるべきこととかを全部箇条書きにして、じゃあ今できることなんだろうとか、こうやっぱプランナーみたいな感じで紙に書くのってすごい大事だと思うから、それはやったらいいんじゃないかなと思います。やばーい、マジ？全力プロフの頃からファンです。優柔不断で困ってます。物事を的確に判断する術を教えてください。術を教えてください。全力プロフからってさ、雑誌も出てないよまだ。中3とか高1とか。やばい、ありがとうございます。優柔不断なんですね。私はね、優柔不断じゃないんだ。話すごい、結構直感型だから、どうしよういっかってなっちゃうけど、それが別に的確に判断できてるかって言ったらそれは分かんないよね。だけどもう本当何もかも死にやしない精神でやると物事がすごく楽になるし、悲観的にならずに済むから、結構私は死にやしないし精神で物事を判断してるかもしれません。彼氏の友達を好きになりました。アリサさんだったらどうしますか。想像ができませんけど、マイルズの友達を好きになるの、いやないねとか言われてる友達たち、おめえもねえよって今頃思ってると思うんだけどけど恋愛だからさ、死ぬほど気まずいけど、どっちにしろこれ彼氏の友達を好きになった時点で彼氏のこと好きじゃないから、彼氏とはとりあえず別れる。そこから考えるけど、彼の友達も多分気まずいよね。もしこの子のことを好きだとしても、その子の元カノだからっていう理由で生きづらいかもしれないし、辛い。それかもう彼氏とも別れて彼の友達とも切る。で次もう新規を探すとか、そしたら誰も傷つかないし誰も気まずくないけど、好きになるのってすごいね、大きなことで難しいですけど、
あゆちゃんの YouTube 大好きで欠かさず見てます。周りが偏見持っても自分、ありがとうございます。周りが偏見持っても自分の信念を貫く派ですか？でも周りの意見は聞くかも。聞くだけであんまり受け入れるけど、飲み込むけど、それが行動に移されるかっていうとあれだけど、でも結構周りには相談したりどう思うっていうのはすごい聞く派かな。けど信念を貫くほど私って信念あるのかな。あるように見られてるんだろうけど、でも結局はなんか自分の中で優先事項ってすごい決まってるから、その時その時の優先順位をつけて物事をこう選択していくようにしてるから、結構その時々で変わる気がするけど、でも周りの意見は結構聞きます。あ、そう、ネットフリックスのおすすめ最近バージョン知りたいですって来てて、結構前だからねアップデートしたのなので、そろそろ最新のネットフリックスのおすすめ出したいなって思ってます。でも最近ねあんまりね新しいの見てないだよね。見てても途中でやめちゃったりとかが多いから、まあそういうのも含めて撮れたらなって思うので、 LINE の着せ替え知りたいです。 LINE は着せ替えてません。普通のこの緑と青のやつ、そういうのに課金しないタイプ。あ、いいですねとか言って最近経験にお金をかけたいと思い始めたのですが、ありささんは特に何にお金をかけていますか？それはすごくさっきもね言ったけどすごくいいと思ってて、私はお金かけるのは、まあ、ファッション好きだから買うけど、洋服はバッグは結構買っちゃうかな。けどお洋服はそこまで買ってるか。けどやっぱり一番お金かけてるのは旅行かな。やっぱ旅行も経験だし、環境によって行けなくなる、例えば子供ができたら行けなくなったり、年取ってきてそもそも行くことがだるくなる可能性があるわけよ。って考えると、このフットワーク軽くて行くっていう時にやっぱりいっぱい行っておきたいし、好きだから海外旅行が、まあ国内旅行ももちろんなんだけど、で旅行っていうものがすごい好きだから旅行とかに一番お金かけてるかな。と旅行行った時はあんまり節約、そんなんもうバンバン使うとかじゃないけど、あんまりそのお金のことを考えすぎずにいっぱいいろんな楽しいことをしようとしてます。カラコンはどんなの使ってますか？私がプロデュースしてる ItWise っていうカラコンがあって、それの最近はメープルヘーゼルを使うことが多いんですけど、残念ながら廃盤になっちゃうので、今ある分だけになっちゃうので、使ってる方はまとめ買い最後にしていただけたらと思います。残念。私もカラコン、まあ土入りなんだけどするのも本当にたまにになったのと、やっぱトレンドもあんまりカラコンじゃなくなってるっていうか、私がね年を重ねたっていうのもあると思うんですけど、そうちょっと廃盤になりますっていう連絡をもらって、マジっていう感じだったんですけど、愛用してくださった方ありがとうございます。そして続けられなくて申し訳ないんですけど、ぜひあるうちにゲットしていただけたらと思います。彼氏との連絡頻度はどのくらいですか？相手が毎日しないタイプだったりしても OK ですか？ということなんですけど、毎日連絡取ってるし、ほぼ毎日電話とかフェイスタイムとか離れてる時はする。でまあ日本にいる時は一緒に住んでるから別の話になってくるけど今の連絡とかそんな絵文字とかもマジで使わないし、最初は絵文字とかもギャンギャン使ってなんかキャッピキャッピみたいな感じで毎日会いたいみたいなやってたけど、絵文字とかもなくなって、あとマイルズがやっぱ日本してないっていうのもあって、まあ男の子って多いと思うんだけど、絵文字使う男の子と使わない男の子で割れるじゃん。で全く使わなくて丸とか使うタイプで、なんかなんかした怒ってるみたいな私最初なっちゃって、付き合いたての時とかは丸禁止にしてたマイルズの毎日連絡取りたいよね。1通ぐらいは今日何したのとか 2,3 分の電話でもいいじゃん。だから私は取りたい派です。ちょっと明るくなってきちゃった。20歳におすすめの旅行、また20歳なんですか？若い、いいな。はい、20歳におすすめの旅行先は韓国、グアム、サイパン、タイ。でもタイちょっとレベル高いかな。どうだろう。やっぱ日本語がちょっと通じるようなところとか、あとまあ金銭的な余裕とか近さとか考えると、やっぱグアムはサイパンはすごい綺麗なリゾート地だし、だけど海外に来た気分もあってすごい楽しいからおすすめなのと、韓国は近いし安いし美味しいからおすすめです。やばい、マジで全然本当にごめんなさい。月1でやるからみんなまた質問して。ジムに行ったり料理をしたり SNS 以外の楽しめることを増やしてます。ありささんは何をする？私実はこう見えて
あんまり携帯依存じゃないって自分で思ってるんです。1日に1回ぐらいはソファーに座って TikTok 見たりリール見たりとかいう時間あるけど、あと友達とかといたり旅行中とかマジで見なくなるから SNS 結構私リアルを楽しんでるタイプかな。でもちろんお仕事とかもあるし、見てくれてる人が多い分自分も発信する側なので、はいすいません、発信する側なのでちゃんとトレンドとかも追わなきゃ、仕事としてね追わなきゃいけないし、ちゃんとコンテンツ上げなきゃとか、だから携帯をいじってる時間はあるけど SNS 見てる時間そこまで長くないよ。だったら Netflix とか、同じか Netflix 超見るけど、何してんだろうね時間ある時。でも片付け、私すぐ部屋が散らかるのね、物が多いから。だからお片付けしたりノートにいろいろ書き出してみたりとか、そういうのをやったりしてます。旅行で LA に行くならどのエリアにステイするのがおすすめですか？私はウエストハリウッドがいいと思います。なぜならばちょうどど真ん中ぐらいなので、どこも遠いからロスは。あとウエストハリウッドのいい感じのところだったら結構いろいろ歩いてもちょっと頑張れば行けるかなっていうのと、ウエストサイドもイーストサイドダウンタウンとかもちょうど真ん中ぐらいかなっていう感じなので、ウエストハリウッドがいいと思います。じゃあ最後、すごい顔した今。アリサのクローゼットで購入したお洋服がいい匂いすぎました。柔軟さ教えていただきたい。そう、それ私のフリマ赤1回しかみんなに教えてなくて、その人たちしかフォローできていないっていう、すごいそろそろ結構フォローしたいですっていうリクエストをいただくので、そろそろ解禁一発またストーリーでポッて投げようかなって思ってるんですが、買ってくれてありがとうございます。お洋服ね、私全然いい匂いじゃないんだ今。前はいい匂いだったんだけど、今はエコストアの洗剤と柔軟剤で、洗剤がシトラスで柔軟剤がシトラスとオレンジブロッサムとかかな。皆さんもぜひ地球に優しいので、その流れるお水がエコストアだと環境への負荷が少ないので、ぜひエコストア試してみてください。はい、そんな感じで全然まだまだ答えたいんですけど、ビデオが死ぬほど長くなってしまうのと月1でこれやるので、またぜひ見ていただけたらと思います。せっかくなので第何曜日みたいな感じで日にち決めとこうかなと思って、そしたらみんなもストーリーで質問する時とかにで分かるかなと思って、ちょっとそれはまた考えてアナウンスしたいなって思うので、はい、そんな感じで質問くださった皆様ありがとうございました。今回拾えなかった人たちもごめんなさい。もしかしたら毎回拾えてない人もいるのかもしれないんですけど、本当に申し訳ありません。めげずにぜひまた送っていただけたらと思います。でこちらの動画にコメントもしくは、ストーリーで質問募集する際に質問を送っていただけたら、来月の Q&A でお答えしたいと思うので、ぜひ今日は口の周りが悪いですけれどもぜひぜひ送っていただけたらと思います。では最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねとぜひコメントもお待ちしてます。じゃあまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。